皆様こんにちは、米谷彩子です。今日はアルペジオについてお話ししたいと思います。2つのさらい方についてお話しします。1つ目は音階で2つの音を一読み、4つの音を一読み、6つという形で練習をなさっている方にはあまり目新しいことはないかもしれないですけども、速さを変えていくやり方です。ちょっと手書きにしたら余計分かんなくなった感じがちょっとしますけれど、まずはじめにスラをかけないで、それから3つの音が一読み、それから9つ、それができたら全部っていう感じのさらい方です。では実際に少し例としてやってみましょう。私はだいたいカール・フレッシュまたはバーバラ・バーバーの音階の本のアルペジオを使いますけれども、2つとも同じ音だと思います。指使いはちょっと違うようです。特にバーバラ・バーバーの場合は2種類の指使いが上と下に書いてあります。だいたい単調から始まって長調、それからちょっとシフティングがあまり切れてないとか、音程がちょっと合ってないところがありましたけど、アルペジオのセットで、それ今は3つの音ですけど、それができたらそれができたらとスピードを上げていきます。最後のはシフティングの問題と、それと威厳の問題と、それからそれの右手と左手の両方のコーディネーションの問題が出てきます。このスピードを上げていくエクササイズですけれども、3つの音にスラーをかけるのに、例えば1週間とか10日とかかけて、それでシフティングがでうまくいくようになったら、徐々に9つの弓にするとかに1ヶ月とか2ヶ月とかゆっくりかけてさらう方がいいと思います。シフティングが、これは特にシフティングと、それから和音の間にちゃんと弾けてるかどうか、はまって音程が入ってるかどうかっていうのを意識してさらってください。ある程度弾けてくると、音階とか例えばアルペジオを毎日さらってると、どうしても惰性になりがちです。そうでなくて、せっかく音階をやるのですから、意識して練習することが非常に大切です。そのためにこの私が2番目のさらい方と言ってるのはとても効果があると思います。私が勝手に行ったり来たりのさらい方って、一応名前をつけてみましたけども、どういうことかっていうと、
構これは行きはよいよいで帰りは怖いみたいなところが少しあるんですよね。っていうのは割とこう上に行く時っていうのは割と適当に真ん中に当たる指を適当に置いてる場合があるっていうことと、それと指っていうのはどういう風に行くかによって少し傾斜が違うんですよね。だからこれはこうよいしょっと伸ばして、このままだとこれが音程が狂ってしまいますから、こう微調整が少し必要なんです。このままだとここの音が狂って聞こえますから、こっちに来るシフティングがうまくいくからといって帰りがうまくいくとは限らない時があるので、っていうのをやってみられたらいいんじゃないかと思います。それからアルペジオを練習する時の注意事項として、特にこのアルペジオというのはシフティングの勉強ですから、シフティングはくれぐれも指でポジションをこう探すのでなくて、腕がそのポジションに行って指が微調整をするというふうに覚えておいてください。こうパターンで弾いてますから、ここまでで、なるべくここはまっすぐ。ここっていうのはそんなに筋肉がないので、ここが曲がっているとここの伝達がここにうまくいきません。だからなるべくまっすぐここまで持ってきて、ここもこういうんではなくて、ここをまっすぐですね。ここから指示しているわけですから、というふうに腕がそこに行って、それではもちろん腕の筋肉は大きいですから、ちょっと細かい仕事には向いてませんから、それに微調整をするというふうに覚えておいてください。これも腕が先に行って、これも腕が先に行って、これもこう人によってこういうふうにポジションを変えちゃう人がいるんですけど、このポジションのまま、それからシフティングです。ディレイ先生が昔おっしゃってたんですけど、私たちの祖先はお猿さんだから、どうしても緊急のエマージェンシーの時はこうグラブする癖があるって先生おっしゃってたんですけど、どうしてもシフティングしなくちゃいけないとなると、鍵がかかったまま上に上がろうとか握っちゃう人が多いですから、そういう時にはいつもじゃないんです。もちろんいい音を出すためには親指というのは不可欠なんですけれども、親指をなくてっていうふうにたまにさらってみられてもいいかもしれません。もちろんいい音は出ませんけれども、親指っていうのはそこにいてあげるだけなので、こういうふうに握ってしまったり、特に平行にこういうふうに握ってしまうとなかなかシフティングがいかないので、いつも言ってるんですけど、フォークを使ってこういった場合には割と親指のこっち側っていうのは開いてて、こうピタッとこうネックにはついてないはずなんです。なのでその感じでシフティングをするということをやってみてください。
それから最後になんですけど、音階の時でも言ったと思うんですけど、ドっていうのを最初に想像して、一番最初にはオクターブが基本で、それにこの音階が5度、4度、それで大体決まってくる風に、こういう風に1からドレミファソラシドってやったら合わないと思います、最初と最後が。それと同じようにアルペジオの方も、例えば今ピアノがないんで弾けませんけど、ポロロっていう和音、マイナーの単調の和音、これは E メジャーの和音、それひっくり返したらということを想像してみられるといいと思います。今日はアルペジオについてでした。ではまた次回にお目にかかりましょう。